おだすこんにちは、モンポテトです。今日もテートぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、無印ゴールキーパーってどんな感じやっていきたいなと思います。ジルー来ちゃいましたもんね。ということで今回ですね、守備的そして攻撃的との比較ですね、ここをやっていきたいなと思います。具体的にはですね、ビルドアップ時、そして守備の時ですね、あとは飛び出しとかね、この辺も見ていければなと思います。使っていく選手はミリンコビッチ・サビッチが守備的で、レイナが攻撃的で、あとジルーですね。この3人で割と能力似てるんで、この3人でやっていきたいなと思います。能力似てるって言ったら根性の2人からしたらね、髪ふさふさのくせになんでだよってね、いうことはなるかもしれないんですけど、この3人でね、見ていきたいなと思います。はい、まずは守備的から見ていきましょう。ビルドアップ時のとこですね。この辺に今陣取ってますよってところと、あとはこうビルドアップしていくと、それに合わせて上がって感じですね。で、上がりきるとこんな感じで、ペナ出てないぐらいのとこですかね。ペナルティースポットより後ろかな、そんぐらいかなと思います。で、攻撃的になるとこんな感じ。この低い位置でボールキープしたときはそんな変わんなそうですね。上がり方もそんな変わんないかなって感じ。で、上がりきったときはもうペナ出るか出ないかぐらいのとこですかね。攻撃的の場合は。ここはちょっと違いが出てきたかなっていう感じですね。はい、ここから無印ですね。無印の場合もこの上がってるときはそんな変わんないのかなって感じがしました。で、上がりきった後はですね、こんな感じで、ペナには出てないけどっていう感じかな。見比べるとこんな感じ。はい、ということで、ちょうどね、中間ですかね。攻撃的、守備的の中間みたいなところに位置してるなって感じですかね。はい、次、守備時ですね。相手にボール取られた時の動きとかも見ていくんですけど、守備的ゴールキーパーもすぐね、へばりつくって感じでしたね。で、その後はもう上がりきったところはこんな感じで、そんな変わんないのかなということですね。攻撃的ゴールキーパー。取られた後すぐは下がらないですね。ちょっともう様子見ながら下がっていくイメージです。ボールをね、自陣まで持ってこられると、へばりつくようなイメージですかね。ここは守備的と変わんないですね。はい、で、無印のジルーですね。取られた瞬間はね、そんな下がらない感じでしたね。で、攻め込まれた後は一緒ですね。ゴールに縛りつくって感じでした。比べるとこんな感じ。守備的ゴールキーパーはね、取られた瞬間下がるのがこうやってわかるかなと思うんですけど、攻撃的ゴールキーパーと無印ゴールキーパー、ここに関してはね、同じような動きしてましたね。ここは変わらなかった感じでした。はい、それじゃあ飛び出し見ていきましょう。まずは守備的ゴールキーパーなんですが、ここはね、ご存知の通りというか、であんま出ないんですけど、ただその届く範囲にボールが来たらとりあえず出ますって感じですかね。はい、積極的には出ないけどっていう感じでした。どっちかっていうとね、シュートキャッチに近いようなイメージかな。そんなシュート処理に近い範囲で動いてるっていう感じがしましたね。でもさすがにこれぐらいになるとね、飛び出したりとかそんな感じもしておりました。さて、攻撃的ゴールキーパーですね。ここに関してはある程度は出てましたね。積極的に出てたかなっていう感じですかね。相手との距離とかそういったところも含めてなんですけどね。で、こぼれ球とかもこんな感じでね、反応はしておったかな。はい、とか見ていただきましたけども、こんな感じですね。攻撃の目をつむっていうようなイメージの飛び出しが多かったかなと。シュート打たれる前にまず取ってしまうというような感じですかね。あとはこの距離詰める感じ、この距離詰める感じも攻撃的ゴールキーパーならではな感じでした。で、あとは最後ね、言った通りこぼれ球ですね。そこはね、しっかりと反応して出ていってるっていう印象でしたね。やっぱ距離を詰めようという意識が強いからなのかね、こういうのは反応できてました。はい、ここからはジルー、無印ゴールキーパーを見ていきたいなと思います。ここに関してはそこまで飛び出しって感じでもなかったかな。本当にこれも守備的ゴールキーパーにちょっと近しいような動きっていう感じでしたかね。シュート処理に近いというか、手に届くところだけ出るって感じでしたね。むしろ守備的より出てなかったかもしれない。そんな気もした。それぐらいの感じがしました。はい、というところで今日は結論です。無印ゴールキーパーはどっちつかずとします。
はい、ということで見ていただきましたけども、とりあえずまとめておきました。ビルドアップ時、ここに関してはね、攻撃的ゴールキーパー、そして守備的ゴールキーパーの中間のようなポジショニングをしていたかなと思います。で、守備時ですね、カウンターで食らってる時に関しては、攻撃的ゴールキーパーに似てるような動きをしてました。で、飛び出しに関しては、守備的ゴールキーパーに似てるような動き、もしくはそれ以下かもしれないんですけど、そんな感じで手の届く範囲で飛び出ますみたいな、飛び出しますみたいな、そんな感じがありましたね。で、あとはですね、どのプレイスタイルもなんですけど、攻め込まれた時ですね、自陣にボール持ってこられた時に関してはポジショニングは基本的には同じでした。ただその中でも攻撃的ゴールキーパーは好きあれば距離詰めようとしてる感じでしたね。こういうのを見ていくとですね、じゃあノイアーどうなんだって気になる方多いかなと思うんで言ってくんですけど、ノイアーはビルドアップ時めちゃめちゃ出るんですけど、それ以外のところは基本的には攻撃的ゴールキーパーと同じような動きになっていきますからね、そこは押さえておいてください。はい、ということでね、無印ゴールキーパー見てきましたけども、特徴がないのが特徴みたいな、そんな、動きはしてるのかなと思いました。無印だから、めちゃめちゃ素晴らしい動きをしてるっていうことでもないですし、逆にですね、めちゃめちゃ変な動きでもないので、安心して使っていけるといえばそうですね、そういう感じにしました。で、じゃあ実際どういう風に育成していくかとか使い方なんですけど、こんな感じでとりあえず育成するかな。センターフォワード育成は正直かなりもったいないというか、それだったら他のジル使えよって話になっちゃうんで、そうするとこんな感じにしといて、ワンチャン最後コーナーキック要因でキーパーに出すとかね、そんなところとかかなと思いましたね。それだったらディフェンスポジションエディットした方がいいんじゃねえかとかね、その辺はもういいじゃん。そういうのは違うよ、ロマン枠だからこういうのってだからそういった意味では全然こういう感じでね、ヘディングだけ最強にしておけばですね、使う機会あるかなと思います。はい、ここからは雑談というか、独り言に近いんですけど、なんだろう、気になったことがちょっとあったので見ていくんですけど、守備的ゴールキーパーから見ていくんですけど、今夏の処理のところなんですけど、これですね、比べると立ち位置のところをちょっと見ていきたいんですけど、ここで気がついた人いたらですね、これはかなりの猛者のね、ポテラーかなと思うんですけど、過去にもこういう検証してて、でその時はね、24になってすぐの時だったと思うんですけど、攻撃的ゴールキーパー、守備的ゴールキーパーのね、この立ち位置の差がね、もうちょっとあったと思うんですよね。で、たまたまかもしれないし、全く同じシチュエーションかって言われるとそうではないと思うので、気のせいかもしれないですけど、仕様が変わってる可能性があるのかなと思いました。はい、これで改めて見ると、攻撃的ゴールキーパーとの差があんまなくなってきてるの分かるかなと思うんですよね。だんだん攻撃的ゴールキーパーの立ち位置がですね、ちょっと低くなったのかなみたいな気はしてますね。以前のは攻撃的ゴールキーパーも今夏は正直かなり止められない位置にいたような気がしますから、その辺はもしかしたらバランス取ったのかもしれませんっていうね、独り言でした。ジルー実際193センチって考えたら身長的にはね、ゴールキーパーとして全然やれるはずなので、ワンチャン普通にありなのかなと思い始めましたね皆さんどう使いますか？てか取ってないのかな、どうなんだろう。でもね、取っておきたくないですか？こういうのコレクター精神としてやっぱ取っておきたいよね。あと今までと違うのが、これ自分でタレデザできるってすごくいいよね。週間の時のジルはできないですからね。そういった意味では全然こっちの方がいいかなと思います。で、今回の能力面白くて、キーパーの能力そんな高くはないんですけど、高くないからこそディフレクティングの検証とかそういったこともまたやってみたいなというような気がしてますね。80ちょいぐらいまでいくのかな。アップでも来たんでね、その辺の仕様とかも含めて変わってるかもしんないんでね、またゴールキーパー検証、やっていきたいなと思いますので、何かね、気になることあればコメントで教えていただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かったら、参考になったら、面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はね、ジルーやってきました。ここに関してはね、正直ロマン枠になるかなと思いますので、イーフトはロマン持ってなんぼなんでね、そんな感じでやっていきましょう。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。